さて近年ではかつてないほどウルトラヒットしたオープンワールドサバイバルが大型アップデでテラリアコラボはおろかさらに要素爆盛りとのことで今回はパルワールドの紹介を行います。こちらアークというサバイバルゲームの恐竜をポケモン風の絵柄のクリーチャーに置き換え、さらに独自要素を加え人気を博した作品です。可愛い見た目のパルを仲間にし、一緒に生活し戦えるという夢のようなゲーム性であり、昨年早期アクセス開始後爆発的に売れたことが話題を呼びました。しかしてご存知、任天堂との特許に関する裁判が行われ、現在係争中です。当初は任天堂のとっておきの特許に引っかかったのかと、すごい恐ろしい印象を受けましたが、情報が少しずつ開示されるにつれ、意外とそうでもないことも分かってきました。最後までどうなるかはわかりませんが、ただとにかく両者に対しては愚か、その両者のゲームを遊んでるユーザーや配信者に対しても、誹謗中傷がとんでもない状況です。これは犯罪行為なので絶対にやめましょう。お縄になってお先真っ暗になります。任天堂もポケットペアもビジネスであり、法にのっとり資本主義における健全な争いを行っているだけです。両者弁護士を通じて話し合ってるわけで、ユーザーは事の成り行きを見守るしかありません。そしてそんな大事につながっているパルワールドは一体どんな特徴があるのか順を追ってお伝えします。特徴というのはゲーム性であり、ゲームの面白さを形作るものです。それがあるほど多くのユーザーを引きつけヒットにつながります。というわけでまずは簡易的な自動化システムがあります。なおかつそれを仲間にしたパルに行ってもらえます。サバイバル系では定番の伐採や採掘、料理作りなど、それぞれを得意とするパルを捕まえることで自動的に延々と行ってくれます。さらに物を運んでくれるパルもいて、どのコンテナにどのアイテムを入れるか指定すれば、自動化系ゲームでよくあるベルトコンベアで物を運ぶラインが出来上がります。パルの運搬がベルト代わりです。また物資は無限に取れる系です。食料もパルが生んだ卵など活用できるため、健康管理も合わせ、無限に資材を貯められる拠点構築が可能です。次に拠点の建造システムに関して、これは世の多くのサバイバル系ゲームと比べると、まだそこまで細かいものは作れません。現状早期アクセスという点や、あるいはパルの自動化に合わせ、複雑な形状だと問題が発生する可能性も考えられます。リリースしたての時はそこそこ制限があり、思うように建築ができないこともありました。拠点建築も細かくできたら比類なきサバイバル系ゲームになることでしょうが、現状はその他コンテンツが山盛り定期的に追加されるため、建築要素はほとんどなくともいくらでも遊べてしまいます。ただ一点すごい面白い点もあり、拠点範囲外でもいくらでも建築可能な設定にできます。本来は時間経過とともに範囲外の建造物は朽ち果ててしまいますが、風化しないようにできます。もちろん建てれば建てるほど重くなる可能性はありますが、自分の拠点の見た目をいくらでも拡張できるのは建築勢には嬉しい点です。超巨大な城を作り上げることもできます。そして次が何よりも大きな点としてパルの育成システムがあります。まずパルの性能はランダムであり、このゲームはパルをハクスラトレハンするゲームでもあります。厳選し強力なパッシブスキル持ちを配合し、より強いパルを生み出すこともできます。それとどんな行動を行っても経験値が入るということで、先ほどの自動化作業が育成につながります。放置しているだけでわずかでもパルが成長していきます。数値がどんどん増えていく様は既存の放置ゲーの面白さそのものです。ここにまず誰もがパルワールドの面白さを体験できる部分です。また2種の配合以外に一定数の同じパルを集めることで星印のレアリティを上げられます。基礎能力が高まります。最高ランクにするには相当な量を集める必要がありますが、パルを捕獲すると結構経験値が入ります。自分あるいは連れているパルのレベルアップにもつながり、なおかつパルのレアリティ上げも可能になるという拠点自動化と合わせ、あらゆるシステムがパルの成長につながる紐付けがなされています。パルを見つけたらとにかく片端から捕まえまくることがこのゲームの攻略の第一歩です。自分のレベルが上がればそれだけ作れる施設も増え、また新たな作業をパルに行わせることもできます。アークのシステムにも結びついています。合わせて時には建築で拠点の見た目を上げていくのも良いでしょう。そしてさらに今回のアップデートで育成に対する面白システムが追加されました。信頼度システムです。一緒に行動する時間の長いパルほど信頼度が溜まり、ステータスがアップします。
元の能力が低めなパルほど信頼度によるステータスアップが大きく、可愛いが弱いパルも育成する楽しみが生まれました。今までは大抵上位互換のような大きめのパルが強めだったため、信頼度は非常に大きな前進です。といったゲームシステムが何よりも秀逸で、それがゆえ、現在までにウルトラヒットにつながり、Steam では 94% に非常に好評、32万件という類稀なレビュー数になっております。それをインディー開発会社が作り上げたということで、他のインディーで同じく超ヒットしたテラリアとのコラボが実現し、今回の大型アップデートでテラリア要素が山ほど追加されました。目玉はテラリアダンジョンとそこで得られるテラリア装備です。今回プレイして探してみましたが、ダンジョンは見つけることができませんでした。そのうち情報が出回ると思うため、それを機に遊んでみようと思います。プロモーションムービーでは定番のテラリアの BGM が流れ、見たことのある敵やボスがいます。岩を砕いてるような演出もあります。また今後、テラリア側にもパルワールドの要素追加が予定されているため、そちらも漏れなく楽しみです。両者のファンがお互いのゲームを遊び合うという相乗効果も生まれます。その他並行して大型アップデートがなされ、様々な要素が追加されています。まずは釣りシステムです。このゲームは全てにおいてパルにつながる仕組みということで、パルが釣れます。新たなパルも実装されています。合わしてパルの泳ぎモーションが追加されたほか、海底から物資を引き上げるサルベージ機能も追加されました。ただ今回はその場所を見つけることはできませんでした。あとは拠点に釣り堀も設けられます。パルやアイテムを釣れるため、パル獲得の自動化が行えるようになりました。またゾーイという人気ボスキャラを仲間にできるようになりました。特定のミッションをこなすと味方になってくれます。ゾーイ&エレパンダというパル扱いであり、配合で増やせる可能性はあります。それにより合成できるかもしれません。他に NPC の集落がアップグレードされ、パルが暮らしている姿が確認できます。そして敵も特別な拠点を建築するようになり、その建造物の設計図を入手可能になりました。他に面白そうな点として宝の地図が追加されました。世界を探索する楽しみがさらに増えています。あとはキャラレベル上限アップや新施設、新装備が多彩に追加されています。その他まだまだ追加要素はありますが、今回のアップデートだけでもこれまた山ほど遊べる内容になっています。元はアークというゲームを参考に作られ、そこに独自システムを追加し、今や唯一無二の作品ともなっております。何よりもインディー価格なのが嬉しいところです。定価は3400円ほどで、セール時は2500円くらいで販売されます。この価格でこれほど遊べるゲームもそうそうありません。現在は PC と Xbox のほか PS5 でも遊べるようになっているため、気になる方はチェックしてみてはいかがでしょうか。というわけで一体どんなゲームシステムなのか、実際にプレイした様子をギュッとまとめたので、どうぞご覧ください。それでは始めていきましょう。パルワールド。さあ、こちらが私の一つ目の拠点ですね。このスタート地点。ここを根城にしています。こんな感じでね、上の方とあと、こっち側に下の方に繋げてますね。あと、テクノロジーの開放状況は現在38まで。今回のアップデートで60から65まで増えたという話ですね。これに追加されたんですかね。それとパルトの親密度が実装されたという話ですね。どれだ親密度。これだ。信頼度ね。信頼度が上がれば上がるほど強くなりますと。釣り餌があるね。上級釣り竿ペンタマ。上級ということは普通の釣り竿がどっかにあるはずだ。中級釣り竿。ここにありますね。ツッパニャンって何？ツッパニャンが必要なの？あ、ツッパニャンのリールみたいな感じか。初級は15レベルだ。これをアンロックする。これで作れるかな？釣り竿どこで作るの？あと餌も解放が必要ですね。あ、ここ、コスメティック。今回さらに追加されたそうですね。おこちょに、ジェットラン、それとアヌビス。まずアヌビス。もう変わってんのかこれ。ジェットラン。こいつは仲間にしてませんね。おこちょは以前もありました。ああ、さらに増えたんだ。このパルが人気が高いようですね。あった。ここで作れますね、釣り竿。この電力が必要な、この作業台。作業ライン工事をね。では早速作ろう。見た目はこんな感じですね。じゃあ次は海岸行ってみようか。ちょうど近くにね、ここ、海岸ありますんでね。お、
どうでもいいのか。行け。おー、釣りだ。一体何が釣れるんだ。釣れる感じありませんね。釣れる場所決まってんのかな。全部あれなんだ。ああいうとこにあんじゃないの。これか。これっぽいね。なんかほら、みたいなのがいるよ。行け。これだ。よし。ほら来い。来た。行け。おー、来た。あ、長押してバーに。そういう形態か。よし。これで合わせる。魚なのか、本当に。あともうちょいだ。うわー、やったー。ルミカイト、なんと。パルが釣れる。それはいいね。うん。このゲームは全てに通じてね、パルファーストですから。クララン。ああ、クラゲパルだ。かわいい。さらに。どうしたああ、恋しちゃった。ああ、なんでことだ。間違えて。どっか行っちゃいましたね。驚かしてしまった。まあ、とりあえず、釣れる場所分かりましたね。あ、クララン初めて捕獲。新パルの可能性もあるな。あれ何。謎の気流があるんだけど。こんなのあった。なんだナイトレイン遊んだ後だと。ジャンプができる。そういう場所だった。あ、こういう場所にいるね。光ってはいないね、しかし。光っていたのは何だったんだろうね。輝いてるパルは特別だとかね、あるかもしれない。次はヘルメッコ。これも新しいメットみたい。前方が拠点かな。集落。こういう場所は変わってんのかな。あ、パルが飼われてる。これ新しいね。アクセスはできない。あ、でもなんか捕まえることはできそうだね。温泉で休んでる。モロコン。あ、タマコッコも一緒に。2体同時っていうのは自分の拠点ではね、絶対ならないんで。まあ、特別な演出でしょうね、これは。こういうのが追加されてるんだね。あれ。ああ、パルと一緒に暮らしてる。あと話し声もするよ。おー、すげえ。これ新しいな。おー。パルとちゃんと生活してる感じが出てますね。これはなんかこれ怖いな、ちょっと。大丈夫。あ、和風のやつがいる。まだ行ってないんだけど。和風バイオーム。敵を倒せって言われてますね。ベテランパルハンターの依頼。ミッション確認。ボスを5体倒せ。現状17体倒してる。話すことでお見事。なんかもらえるっぽい。これもらった。これもらってるっぽいな、多分だ。さあ、教会に到着。ここに怪しい商人がね、いました。あ、いるね、ゾイ。さあ、話を聞こうか。ゾイ。倒すことで、ここに出るようだね。エレパンダを1体見つける。エレパンダってすでに仲間になってるけど、それでもいいのかな。さあ、エレパンダを召喚してどう。これどうかな。OK っぽいね。愛護団体。そいつを倒すのかな。5人倒すか捕獲するか。とりあえずその前に、釣り堀作ってみるか。これが釣り堀。お、デカめだね。とりあえずここでいいか。よっ。できた。釣り堀。こっちから上がるのか。ちょっと向き間違えたな。狙う魚影を選択する。小さな魚影。質素な釣り餌が必要。こっちはいけるね。あ、朝に成功した。これでさっきのパルのどちらかが釣れるという話か。まあ、餌さえあれば自動的にね、ずっと釣ってくれるんだね。釣れたパルがここに入るのかな。うん、そうだね。パルを回収、もしくはなんか釣れたらアイテムを回収。で、これ多分ね、取り下げたら途中の段階はね、維持されるんじゃないかな。で、マックスまで行くことで釣れるんだと思いますね。で、その時間が残り15分。割り当てが多いほど早くなると。そういう仕組みですね。さあ、目標達成しましたが、次はどうなるかな。一枚の布。近くの遺跡の跡地。砦跡地。遺跡。砦。砦かな。あ、あれか。なんかあれっぽくない。あれだな。やった。思い出の布切れ。こんなとこで暮らしていたのか。おお、ゾイ&エレパンダ。仲間になった。やったね。いますね。ゾイ&エレパンダ。これはどうなんだ。
合成できるの？同じキャラをね、何体も仲間にとか、できなさそうだけどね。今んとこエレパンダとは違うカテゴリーっぽいな。ゾイ&エレパンダ、君に決めた。ああ、でかい。どこ行くんだ？いきなり作業始めんのか。プロモーションムービーを見ると、ゾイがね、降りていたような感じするんだけど。まずレベル上げないとな。エレパンダのミニガンが必要。アンロックして使えるようになるかな。エレパンダのミニガン40レベルだ。ちょっとレベルが足りないな。添い寝できるこれ。これ添い寝状態になってる？多分そうだな。で、これで C で寝れば、実際に眠りますと。これが添い寝モード。目が覚めた。みんな仕事だ。エレパンダが電撃中は、ゾイ下に降りてますね。トモキが乗っちゃった。行け。ゾイ&エレパンダ。やってしまえ。何やってんのお前。アクションが激しいね。さあ、本日はここまでですね。こちら気になる方は、ぜひ購入して遊んでみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。